けの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳見えなくなった星を探してる。悲しみや苦しみを忘れられたら幸せだったとしても、この空が輝くわけを僕たちはきっと忘れてゆく。聞け命の鼓動を育成する。ああ時の中で君が描き出すストーリー、ねじれた運命をほどきながら全ての人のための希望を灯せ。神様さえも消せない真っ白な祈りの輝き。どれだけの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳見えなくなった星を探してる。悲しみや苦しみを忘れられたら幸せだったとしても、この空が輝くわけを僕たちはきっと忘れてゆく。聞け命の鼓動を育成する。
guys, I'm your intrepid pilot, Fragath. Today, we're doing more SD Gundam Battle Alliance. So it turns out, okay, we don't care about this. These briefing scenes are actually pretty intricate and involved. Like, I thought they were just going to be kind of like text dumps. They're not. So, it's a lore birthday today. They're actually like animated videos. It's crazy. It's wild. And these are just background for the various series involved, but there's also some stuff related to the actual game's plot. So I'm going to play through a couple of these. モビルスーツを用いた戦闘を展開。宇宙移民者たちにとっての人口の大地、スペースコロニーを地球に落とすというコロニー落としを実行してしまう。開戦からわずか1ヶ月余りで総人口の半数が死滅するという人類史上最悪な戦いがそこにあった。戦争はモビルスーツの投入で開戦当初こそジオン公国軍優勢だったが、数に勝る地球連邦軍の巻き返しにより膠着状態に陥る。 この間に地球連邦軍も V 作戦を中心にモビルスーツ開発運用計画を進め、同年9月スペースコロニーサイド7において RX78 最初のガンダムが大地に立つ。さまざまな戦争の歴史において重要なピースとなるガンダムの類人であった。それから2ヶ月余り、宇宙世紀0079 11月、地球連邦軍はモビルスーツの生産体制を整えつつ、 反攻の重要な一手として大規模な作戦を計画。ジオン公国軍に占領されたヨーロッパの特殊鉱物資源採掘基地オデッサの奪回を図るオデッサ作戦を開始する。両軍にとっての地上における最重要拠点。その戦いが熾烈を極めることは当然の断りだった。戦火の中、ある特務を帯びたモビルスーツ部隊が前線に歩を進めていた。独立混成機械化技術支援小隊、通称 ギャザーロード隊、南米ジャブローで生産中のガンダム量産タイプ RGM79 ジムの稼働及び実戦データ収集を行うためである。指揮者であるホバートラックに乗り込むのは技師として特別民間徴用された若き天才プログラマーユノアスタルト特務総長。彼女は小隊の戦闘データ解析作業を行いつつ通信オペレーションをこなしていた。 というのがデータベースにある一年戦争とギャザーロード隊についてかな。戦争の始まりから V 作戦だけじゃなくて私たちのことまで。 What I should also note that I find mildly frustrating is they'll give you these in the middle of like plot things, and they like fit exactly where they would be in the plot, you know, segment where they just happened, but then they just keep rolling with more plot. So sometimes you'll get like 2 or 3 of these in a row. So it'll be like stuff you did stuff you get just because you beat a mission. Then they're like, oh, you should probably look at this file, and they're like right on to the next set of things. And they're like, well, you should probably look at this file too. And you're like, oh, okay. And they talk as if you've actually watched that. Slightly frustrating structure. There's no way to back out during those segments to see it in the quote intended unquote sequence, but you can just fill in the blank. And they're all fully voiced. It's pretty wild. 姉さんはユノアスタルト特務総長17歳。飛び級で大学を卒業。その後プログラマーになって民間企業のエリシオンプログラミングに入社。教育型コンピューターとか当時の新技術であるミノフスキー通信の研究員をやってたんだよね。やがてジオン公国の独立戦争が始まって特別に軍に徴用されて今に至る。でしょ？詳しい、完璧、何者だ、何者だ。資料を見たとか
ベルじゃない。もしかして小隊長のことも？そりゃあもちろん。小隊長さんは地球連邦軍の少尉さんだよね。どんな機体でもすぐに順応できる優れたセンスと、その操縦技術を買われてモビルスーツのテストパイロットにいち早く採用されたと。そしてユノ姉さんの幼馴染だよね。ハロ、どうだハロ、知ってるか？ハロくんは SUN 社の市販ペットロボットだけど、ユノ姉さんが自作した教育型コンピューターが組み込まれてカリカリにチューンされてるね。すごいパーフェクト。ハロ、カリカリ。私しか知らないようなことまで。あなた何者なの？ We already know who she is. Because then they show the scene where they explain who she is. And then they drop another lore dump right afterwards. They're like, oh yeah, you should probably pay attention to this thing. So I'm going to just do these as they come up now. 簡単に言うと、ここは歴史の記録庫。様々な戦争のデータを保管するコンピューターのデータ領域なんだよ。じゃあ、今の私たちはどうなってるの？この体もデータの集積体になってるってこと？おおむねイエスだよ。小隊長さんたちは現実の世界から人格だけがデータとして取り込まれたってわけ。もしかして小隊長が出撃前に気を失ってた時？ハロ、あなたが彼を起こしてくれたのよね。そうだったか小隊長。そんな気もする小隊長。その時に人格がデータ化されたなんて。そんな技術、まるで量子論の世界じゃないの。まさにその世界って言ったら信じる？私だって疑似人格 AI だしね。え？前に自分の名前をコード名って言ってたのは、もしかして。私はこの G ユニバースで構築された教育型 AI。プログラムコード SACRA/1351420 なんだよね。さくら AI、さくら仲間。そんな、ありえないわ。ここまで精巧な疑似人格を作れる技術が宇宙世紀にあるはずが。例えばさっき見たガンダムバルバトスだけど、動力はエイハブリアクター。半永久的にエネルギー生成が可能な想定位変換炉なんだよ。I'm gonna pause it here real quick. This is another example of like they give you this lore dump that we're watching right now, and then they give your character a three prompt interaction, and it makes direct allusions to this lore bit, which you can't access until you've already gone through that cutscene, which I just think is baffling design. I don't understand what they were thinking when they did that, but they did it. And like all the underpinning meta universal lore that they're working with is in these. It's crazy. It's not very good or coherent, but it's there. だから宇宙世紀じゃないんだってば。そういう技術がワンサと存在する歴史もあるわけ。その歴史の果てに G ユニバースのようなデータ世界が存在するってこと？さすが犬姉さん、敏腕プログラマー。小隊長さんも理解してる？ Oh, they actually give me prompts in these. I did not know that. Let's see. Okay, these are all kind of dumb questions. それよ。そもそもなんで私たちみたいなただの一小隊がこんなことに。全ての問題の根源も解決の糸口も記録のシミュレーションデータが破損するブレイク現象にあるってこと？バグ発生。プログラマー修正しろ。ユノ、バグだバグだ。もうバグだなんてハロったら。その単語はね、私たちプログラマーに対して軽々と言ってはいけない禁じられた言葉なのよ。次の瞬間に踏みつぶされてもあなたに文句を言う権利は一切存在しないの。怖い。まあまあ、 G ユニバースには自動修正機能があるし、再シミュレーションでデータを構築し直したりはできるんだけど。自動修正機能？そんな夢の超絶システムがありながら、なんでこんなことが起きてるわけ？
落ち着いて犬姉さん。それを超えることが起こってるってこと。この歴史の記録庫でね。So yeah, as these come up during this run, I'm going to be having to show them off. In my proper run, my personal, casual, whatever you want to call it run, I've gotten quite a bit farther than this, and there are like dozens of these now. So there's quite a lot. They spent quite some time and effort on these. They paid voice actors for them. Hours of recorded material. 元々の歴史に存在しない異物を排除して正しい記録を登録し直すこと。あの時ガンダムバルバトスは消えちゃったけど、あれがブレイク修正？惜しい。問題はあの機体がどこから来たか。それがバルバトスがいなくなった歴史だったとしたら？あ、そうか。2つの歴史を相互に修正しないといけないってことね。その通り。修正されてブレイクアウトしたデータはどの歴史に戻ったか追跡はかけてるわけ。つまりどこから来たのかわかる。ハロくん賢い。賢いついでにハロくんにも協力してもらおうかな。その子はただの市販のペットロボットよ。教育型コンピューターのテスト用にちょっとだけバリバリにカスタマイズしてるけど、それは好都合。スペック的には十分だよ。あとはブレイクミッションの選び方だけど、ハラ先輩いいかな。さくら、なんださくら。ミッションモニターディスプレイインストール。ちょっと勝手に何をインストールしてるの？やめなさい。いろいろ入ってるんだから。インストール完了。インストール完了。モニタープログラム起動準備 OK。 これでブレイクミッションを選べるね。慣れない G ユニバースの機能を使うより犬姉さんも馴染みのある端末の方がいいでしょ。プログラマーの端末を勝手にいじるとか気が利いてるようで、それ重罪だから。まあまあ、とにかくハロくんを使ってブレイクミッションを見てみてよ。どんなだポストディザスター。どんな歴史だ。モビルアーマーってアッツァムとかアプサラス、無人機、薬剤戦って。ユヌ姉さんたちの宇宙世紀、ユニバーサルセンチュリーとは異なる歴史だからいろいろと違いがあるんだよ。まずは順番に。さて、この歴史の地球圏は4つの経済圏に分かれていて、それを治安維持組織ギャラルホルンが監視するという統治形態なのね。すでに一つの戦争が終わった後の歴史だったわよね。4つの経済圏っていうのはストラテジックアライアンスユニオン、略して SAU。 それからアフリカンユニオン、オセアニア連邦ときて、最後にアーブラウ。今回私たちはここに協力する民間警備会社鉄火団として出撃することになるね。鉄火団？なんか物々しいチーム名だけど、そこに火星のガンダムが関係するの？ Another brief pause. This hilariously is a better introduction to the background world of Iron-Blooded Orphans than the actual show itself does. Technically all this information is there in the show, but it's in, what is it, the first or second episode, or maybe third, in like the background, like everybody's talking, and there's like a scrolling text wall in the background that codifies literally every single bit of important world lore, but you have to like pause what you're watching and like zoom in and read it. And they do such a bad job of explaining the background of that world in series. That is wild, but it's a wild day today. この歴史では火星のテラフォーミングが成功して農業プラントや
ハーフメタル採掘場があるからね。宇宙世紀との技術力の違いにクラクラするわね。本題はここから。火星にはアーブラウの植民地クリセ独立自治区があって火星独立運動中。その運動の中心人物、自治区代表の娘さんクーデリア・アイナ・バーンスタインさんを地球まで護衛する任務を引き受けたのが鉄火団の前身 CGS 民間警備会社クリセガードセキュリティ。そこにガンダムバルバトスがガンダムフレームだったわよね。イエス。 CGS はギャルルホルンの妨害によってクーデリアさんを裏切ったんだけど、子供たちが会社を乗っ取り彼女の護衛を続けることにしたんだよ。その時から組織名は鉄火団に改名。団長はオルガ・イツカ。決して散らない鉄の花、それが鉄火団。かっこいいじゃないの。行こう、俺たちみんなで。地球とコロニー、歴史が違っても戦争が起こることには変わりはないのね。宇宙世紀の地球連邦と違ってこっちの連合はもともとコロニー間紛争の調停役として作られた組織なんだけどね。さておき30年前、非暴力非武装の完全平和主義を掲げコロニーの自治権を得るために活動した伝説の指導者がいたの。10年の努力の末、宇宙移民者だけでなく地球の人々からも支持を受け、地球連合とコロニー自治権の交渉までこぎつけたのね。すごい。独立戦争ではなく理念と主義でそこまで。だけど彼は暗殺されてしまう。宇宙移民者たちの自立を恐れた連合によってね。なんてこと。指導者ヒーローユイを失ったコロニー軍は混乱。連合はそれを鎮圧するため特殊部隊を送り込んで宇宙移民者たちを武力で押さえつけた。宇宙にそんな憎しみを広げたら結局はもっと大きな戦争が起こっちゃうじゃない。ヒーローユイ、聞いた名前。そうよね。エドモントンでガンダムエピオンと戦ってた時、さくらその名前言ってなかった？そう、ヒーローユイ君、コードネームだけどね。指導者を失って20年、地球圏統一連合に対抗してきたコロニー地下組織の反抗作戦、オペレーションメテオで地球に降下した5機のガンダムのパイロットの一人。Well, another question, you think? These are all kind of lame questions, but we'll go with that one 完 instead. 璧を目指して訓練された兵士だね。年齢は15歳。私より年下じゃない。アムロ総長と同じだなんて。じゃあ今回のブレイクミッションはヒーロー君に会いに行くってことで OK？ 会えればだけどね。起こってるブレイク現象次第になるけど。出たとこ勝負か。ミッションの場所は？今回も地球だよ。北欧に位置するサンクキングダム。その首都ニューポートシティになるね。聞かない名前だけど、そこが戦場に？そう、指導者ヒーローユイの完全平和主義を受け継いだ合成国家が襲われてる。その主義が邪魔になった人たちによってね。地球圏統一連合ってことでいいのよね。それがちょっとややこしいことになってて、この頃の連合は内部の特務機関オズのクーデターでボロボロになってるんだよね。裏で糸を引くのが欧州の暴行貴族たち、いわゆる特権階級の人々が設立したロームフェラ財団。無人機モビル道路を開発して戦争を拡大したり、正直やりたい放題なんだよ。戦争権益が絡んでるってことか。そうなると状況はすごく複雑ね。いやいや、この後この歴史はもっと複雑にと、まあそれはおいおい話すとしようかな。
りさせておきたいの。ハーメス・マーキュリーは敵か味方かわからない。ならさくら、あなたは？敵か味方か味方か敵か。もしかして私疑われてる？あのキザ男ハーメス・マーキュリーは私たちのことを選出されたものと言った。 Count Snopula. Not quite the best thing they refer to him as, but that is extremely close. さくらも最初の頃私に選出って言葉を使った。 Oh, they're finally explaining this. Oh shit. ハーメスもそこの関係者なんじゃないの？ Why did they not just give the option to do these immediately as they pop up? It would have solved so many questions. 申し訳ないんだけど犬姉さん、答えはわからないなんだよね。データベース閲覧申請は通らないし、あの謎のガンダムとパイロットについてもアクセス禁止なんだよ。それって逆にデータが存在しないわけではないってことよね。見られないだけなんだから。そう言われるとそうだね。一つ言えるのは私は姉さんたちの味方。その根拠は何？私はこの世界の崩壊を防ぐため小隊長さんとユノ姉さんをサポートするよう生み出された AI だからだよ。ブレイク修正をしてもらわないといずれこの G ユニバースそのものが成り立たなくなっちゃうから。そのためにあなたを送り込んだのはこの世界の管理システムよね。イエス。私はその手足、まあセキュリティソフトウェアってとこかな。じゃあハーメス、そしてガンダムラトレイヤはファイアウォール破りを検知したから私たちを排除しに来た。つまり彼もまた管理システム側のプログラムだから私を知ってるってこと？私の方は知らされてないよ。でもあの赤メガネバグってた。そこよ。小隊長も気づいてた通り、急にマイペースなあいつがおかしくなった時があった。 I didn't. I was busy fighting for my life, but that's いきなり okay. 苦しみ出したあれ？なんか二重人格っぽかったような。その時に言っていたブレイク修正を進めれば奴の計画が完成するって言葉なんだけど。やつは誰だ？やつ誰のことだ？管理システムじゃないかってこと？でも私に何も指示がないのは変じゃない？それとも他に何かが G ユニバースに入り込んでいる？ユノ姉さんたち以外に。管理システムと奴がイコールなのか別々の存在なのかによって話が変わってくるけど、信じていいのねさくら。ナビゲーターとしてのあなたを。宇宙世紀以外の歴史をまた知る必要があるのね。一つ目なんださくら。一つ目は CE コズミックイラと呼ばれる歴史。当然そこでも戦争があるのよね。ガンダムが関わった。そう、遺伝子操作によって生まれた新人類コーディネーターと普通に出生したナチュラルとの間でね。遺伝子操作なんて普通は禁止されてることじゃないの？当然されてはいたんだけど、コズミックイラ15年にデザイナーベビーの製法生成メカニズムが公開されちゃったんだよね。そんなことになれば自分の子孫には優れた存在でいてほしいと思うわよね。そういうこと。20年もすると極秘で生み出されたコーディネーターの人々が台頭してくるわけ。通常人より明らかに優れた新人類がね。なるほど、分かってきた。生物的に優れたものへの妬み、そして恐怖、それはたやすく戦争の火種になる。そこに至るまでは最初のコーディネーターの死とか疫病の蔓延とかいろいろと経緯があるんだけど、大枠としてはその通り地球で迫害を受けたコーディネーターたちがスペースコロニー軍プラントへほとんどが移住。地球の理事国家から独立しようとするんだけど、やっぱりそうなるのね。ナチュラル側がそれを許さないとなったら、プラント側は政治結社ザフトを組織して地球側と交渉を重ねるんだけど、不運やテロが重なって頓挫。地球側は
国際組織地球連合を設立してコズミックイラ70年、戦争は始まってしまうんだよね。開戦ならそこに出てくるのはガンダム。そう、地球連合が開発したガンダムが5機、中立頃に資源衛星ヘリオポリスに運び込まれたんだよ。この歴史でも5機のガンダム、まるでオペレーションメテオね。ただこのうち4機はザフト軍の作戦で奪われちゃうんだよ。でも1機は無事だった。それがコズミックイラの歴史でキーとなるガンダム。ガンダムというよりそのパイロットがかな。ヘリオポリスの工業カレッジに通っていたコーディネーターキラヤマトくん16歳。友人たちを守るためガンダムに乗り込んで地球連合軍側の兵士として戦うことになっちゃう。その彼を支援するのが今回のブレイクミッションなの？それがね、彼は今 MIA になってるんだよ。ミッシングインアクション、作戦行動中の行方不明って軍じゃ死亡と変わらないんじゃ。大丈夫、ちゃんと生きてるから。だけど友人を守るために友人と戦いの中で友人を失うなんて戦争の繰り返しで、Okay, so 彼はどうしようもなく傷ついてる。brief interlude. The whole fighting to save his friends ends up losing them. That's pretty much entirely his own fault because he's an insufferable asshole towards them, like, the entire show. It's like, oh, wait, why does everybody hate me? Well, because you're a dink, dude. Also, some of them died. 16歳なんて私よりも年下なのに。今回確認できたミッションはキラ君が帰るべき場所をザフト軍から守ること。地球連合の本部アラスカ基地から脱出する強襲機動特捜艦アークエンジェル。この船が彼が帰るべき場所だよ。本部から脱出するってもうギリギリの状況なんじゃないの？ザフトの強襲作戦オペレーションスピットブレイクで地球連合はかなり劣勢なんだよね。一発逆転の策として基地にはサイクロプスが仕掛けられてる。どちらにせよアークエンジェルは大ピンチ。スピットブレイクにサイクロプス、詳しくは後で聞くけど今は一番大事なことだけ。キラヤマト君は戻ってくるのね。必ず新しい剣を持ってね。さくら、ブレイクミッション分析できた。西暦ユノ、西暦だユノ。ハロ先輩の言う通り、もう一つのミッションは西暦2312年の歴史だね。西暦って宇宙世紀以前に使われていた暦よね。つまり過去の時代ってこと？宇宙世紀に移行せず西暦がさらに260年くらい続いた歴史という感じかな。I think this is the first time I've ever seen anyone try to put a hypothetical date on when the universal century takes place, and be like really definitive about it, and be like, oh yeah, no, it's like the year 2500. I don't think I've read that before. Which is kind of wild. People trying to justify different universes being in the same universe is kind of a fool's errand. It works in a turn A Gundam sense where human civilization winds up whacking itself down back to the Stone Age over and over and over and over again, so we don't know. It would... Which is incidentally a very, very Ideon, Space Runaway Ideon take as well. Thank you, Tamino. Except in that case, it is a big, scrappy, giant robot, big red giant robot made of space trucks that annihilates the universe and all life in it to start it over from scratch. Seriously watch Space Runaway Ideon. It is a truly amazing ride. 宇宙世紀と大きく違うのはエネルギー資源の解決を宇宙に求めなかった点だね。人口爆発が起きなかったのもあるけど、宇宙資源に頼らないって火
石燃料の枯渇をどうやって解決したの？太陽光発電システムとそれを支える3本の高軌道エレベーターだよ。太陽がある限りエネルギーには困らなくなったわけ。すごい技術だけど、そんな設備よほどの国力がないと維持なんてできないんじゃない？さすが鋭いね、ゆな姉さん。このシステムは3つの超大国軍によって独占されてるんだよ。アメリカを中心としたユニオン、中国を中心とした人格連こと人類革新連盟、最後はヨーロッパを中心としたアドバンスドヨーロピアンユニオン、略して AEU の3つだね。ゼロサムゲーム、ゼロサムゲーム。そうなるとシステムの恩恵を受けられるのは三大国軍とその同盟国くらい？仰せの通り、困窮した国には内戦やテロがあふれ、三大国は牽制の意味もあって軍備拡大が止まらなくなって、もう冷戦状態。そして最後には各国でガンダムを作ってってパターンになっていくのね。なんそうじゃないんだな。ガンダムがいるのは4年前に突如現れた施設武装組織ソレスタルビーイング。武力による戦争の根絶を掲げ、全戦争行為への武力介入を行う組織、ガンダムマイスター操る4機のガンダムでね。施設って誰かが個人的に作った組織？国家と戦えるほどの力があるとは思えないけど。その個人の話をしておかないとね。200年ほど前、一人の科学者がいたんだよ。その人の名はイオリア・シュフェンベルグ。軌道エレベーターと太陽光発電システムを提唱。量子コンピューターからガンダムの基礎理論まで、何から何まで作り上げた本物の天才。天才すぎない？この歴史の重要なところ全部一人で持ってってるじゃない。They haven't gotten to the aliens part, though. 計画によるものなんだよ。でもイオリアさんは200年前の人なんでしょ？今は誰かに引き継がれてるってこと？正解。彼が建造した量子型演算処理システムベーダにイオリア計画がインプットされてるんだよね。西暦2300年代のソレスタルビーイングはそのベーダが推奨する計画案に従って作戦行動をしているってわけ。そもそも武力で戦争をやめさせるってたった4機のモビルスーツでそんなことが可能なの？ガンダムの動力は GN ドライブ、通称太陽炉と呼ばれる半永久機関。その性能はそこらのモビルスーツの比じゃないよ。出た、半永久機関。ポストディザスター時代のエイハブリアクターといい、ガンダムって特別な機関を積まれすぎでしょ。ガンダム特別ガンダム、戦争の根絶できたのかさくら。脅威にはなり得たっていうのが正解かな。ガンダムを要するソレスタルビーイングを倒すため、三国軍は軍事同盟を締結したんだよ。その国連軍はガンダムとの戦いの後、平和維持と世界の統一のための組織、地球連邦平和維持軍として一つになった。それは結果的に冷戦を終わらせたってこと？ガンダムマイスターすごい。だけどその4年後の西暦2312年、戦乱の裏で糸を引いていたイノベーターが本格的に動き出しちゃう。さらなる国家の統合を名目に反政府勢力や主義思想を弾圧する軍隊、独立治安維持部隊アローズを組織してね。また新たな戦争の火種がって、イノベーターって何？強力な能量支配によって意思疎通や認識能力の拡大が可能な人間、進化した人類とも言われる存在。All the better to understand you with, my dear. These are all kind of mediocre questions. 平和維持軍でも施設武装組織でもない第三の勢力ってこと？もしかしたら構成としては私も似た存在かも。イノベーター、正確にはイノベイドは
人格データを入力した人造人間なんだよね。人間の遺伝子をベースにして培養した肉体を持った生体端末ってとこかな。デジタルデータを物理的に存在させようと思ったらその器が必要になるか。でもそれを人類と呼んでいいのかしら。イノベード陣営は人間風情より優れた自分たちこそ進化した人類にふさわしいとしてイノベーターを名乗っているわけ。つまり人間自身が確信した本当の意味でのイノベーターはまだ現れてないんだよね。ややこしい。そもそもそのイノベーター論をぶち上げてイノベードを作ったのは誰なのよ。ベーダだよ。だからイノベードは能量子波でベーダとリンクして情報の送受信もできるんだよね。ベーダ、ソレスタルビーイングに指令。そして敵も作ったのか、ベーダ。そうよ、これじゃ自作自演になっちゃわない？イノベードが本来想定されていた行動を取らなかったからとかいろいろあるんだけど、イオリア計画については私の権限だとなぜかデータベースの閲覧ができないんだよね。一応許可申請は出してるんだけど。肝心なところでそれ？小隊長はいきなりそのイノベーターと戦うことになるの？まずは再結集したソレスタルビーイングの母艦フトレマイオス2、通称トレミーの援護。被弾して不時着しちゃってるんだよね。ソレスタルビーイング、いきなりピンチじゃない。場所はどこ？ちょっとデータに乱れがあって特定ができてないんだけど、この鉱山地帯だね。トレミーは修理中だから急がないと。データの乱れっていうのが気になるけど、ブレイク現象下じゃ仕方ないか。さて、最後のブレイクミッションは原先輩。 Alright, I think with that we can actually get started and do some gameplay. 0079。また来たわね、私たちの歴史が。この前はアムロ総長さんと一緒に戦ったね。 Oh, never mind. でも今回はホワイトベース隊は関係なくて、宇宙世紀007912月1日、東南アジア戦線の鉱山基地ラサン、モビルアーマーを開発するジオン軍秘密基地だね。地球連邦軍極東方面軍機械化混成大隊、通称小島大隊所属の一小隊として出撃することになるよ。その正体がブレイク現象と関係してるの？第 08MS 小隊、小隊長は指導天田少尉。間違いなく彼がキーマンになるよ。敵味方が分かり合うことによってでしか戦争は終わらないと、戦争そのものと戦った人。敵味方、ジオンと連邦がってことよね。お互いに分かり合うっていうのは。ってちょっと待って、ここまで聞き流しちゃったけど、一年戦争末期？12月って私たちがいたオデッサ作戦の先の話？シミュレーションデータだから必ずしも犬姉さんたちの未来とは言えないけどね。 I mean, yes it does, but it's okay. タイムパラドックスが起こらないよう G ユニバース側が調整するからご心配なく。 I mean, it's not time travel anyway, 何 so. が起こるか見てみたい気もするけど、宇宙世紀、私たちの時代か。どうしてこんなことになったのか、ブレイク現象から糸口がつかめればいいんだけど。 Okay, we can actually get back to, you know. Alright, so one of the main reasons I'm doing this on a different file, and I keep putting work into my own file, is so that I can learn from the mistakes I make in my old file to make my life a lot easier on this one. Unfortunately, all the good useful stuff that I have from that is not here. What is the level of this one? Okay, I've got it to 15. Oh, we're still here. Okay. That's fine. I do not have to worry about grinding here.
when the Alex pops up, I do want to make sure I get the Alex. The Alex is going to be useful later, and then at that point, after that, I'll be grinding to get the F91, and that's going to be a slightly more involved proposal. And I'll explain why when we get there. It's not going to be today. It's going to take a lot longer than that. It's going to be a while. プトレマイオス2を助けに行くんだね。前回はデータが欠落してたけど、今回は大丈夫。修理中のトレミーは持つの？戦術予報士のスメラギリ・ノリエガさんをはじめ、ソレスタルビーイングのクルーは優秀だよ。今回はガンダムマイスターたちも戻ってるでしょうし、4機のガンダムで守ればなんとかなりそうね。残念ながら1機は GN 粒子切れ、もう1機は合流が遅れてるから戦力は半分だね。遅れている方のマイスターは間に合いそう？無理だね。刹那 F セイエ君には彼にしかできない役目があるから。アザディスタン王国の王女様マリナ・イスマイールさんに会うっていうね。一国の王女様って支援者？残念ながら武力による戦争根絶を掲げるソレスタルビーイングとは全く逆な立場の人。一貫して対話による平和を説いている人だからね。その二人が会うことで歴史が動く。彼女と未来を作る子供たちの歌がやがてね。それはまたしばらく後のお話だよ。なら今やるべきは半減した戦力を補って母艦プトレマイオス2を守ることよね。ただなんかミッションデータが乱れてて不時着位置が確定してないみたい。今回はどこに降りたか決まってないってこと？トゥルーミッションでしょ？どうにもデータが不安定なんだよね。同時間軸で干渉してるデータがある？同じ時間に起きている別の事象がエラーを引き起こしてるってこと？実際に出撃して調べてみないとなんとも。プトレマイオス2の所在確認もあるしね。トレミーの安否が観測された時、初めてトレミーの不時着場所が確定するわけだから、それを生死として再登録するよ。はあ、シュレーディンガーの猫、またトレミーか。敵の戦力がこちらの想定以上か。僕たちが力を合わせれば。Alright, so this actually is one of the more interesting early missions of the game. I'm gonna skip the character intros. Oh, another thing I wanted to show off was, I can still do that. I can still do that. That was pretty predictable, and I should have seen it coming. I was out of mana, I'm right. Okay. Actually, can I... Oh, nice. Followed up on that nicely. As much as I like the buffs that having a infighter as an ally provides, namely its boosts to your shield and damage reduction while guarding. Oh, I did not move fast enough. I should have tried countering. Infighters also tend to have like grab attacks, and they will just like eat your combos alive. Like you're like, oh, I'm set for like massive combo potential. They're like, nope. I'm taking this. And your AI partners do a lot less damage than you do. A lot less. He was not... There we go. Status broken. I'm playing kind of poorly because I am accustomed to rather stronger everything.
CN ドライブを2機積んで、さらに支援機オーライザーと合体したガンダムを超えたガンダム、ソレスタルビーイングの切り札だね。でも母艦のピンチにいないのは歯がゆいわね。あれ、同時間軸でこの Man, I hope you guys are reading the text at the bottom of the screen. I sure am not. I should really change my dash button. Having to claw grip this in order to dash and move at the same time with the camera is really brutal. Oh wait, I'm going the wrong way. Nope, I'm going the right way. So, I like this mission because it gets real interesting real quick. It's the first time they really throw you multiple worthwhile bosses, although they're not especially difficult. Oh my gosh, just hit him. Thank you. That is acceptable. There's a... If you're really good on the timing, and I keep messing it up because it's early game and I don't have some of the parts that I have late game, you can, with Command Gundam's neutral triangle, or neutral heavy, tapped heavy, he can, with his grab attack, they get bopped into the air, and if you're really, really fast on the draw, you can actually turn that into aerial combo damage. It's tricky, but it's doable. I muffed that. I'm gonna tell them to... Thank you. Oh, it's not gonna do that because he's not attacking me, which is nice. This too shall pass. There we go. Come on. Oh. I didn't quite want to do that, but this is fine. Except he flew over there, and I did maybe a quarter of the damage I could have done. That's right, he's attacking me. I keep forgetting that the name that I have for this save file is different. It's the default name. Come at me! Oh. Was that? I was gonna say, is that aimed at me, or... There we go, some back attack damage. He'll go down in a sec. Yo! Nice save, my man. Admittedly, the lore in this is kind of a hash, because it's like, oh, a bunch of stuff interacting when it shouldn't be, but it's okay. Alright, that went alright. I got interrupted. Also, I started with the wrong button. That's okay. Do want to pick up these early on just to ensure that we're getting money. Oh. I did not want to do that. Oh, I should have saved some ammo. That's okay. I'm alright. I'm alright. This is slightly more challenging. The other guy didn't attack me much at all, which was nice. This time he's probably going to be on my booty the entire time. Like that. And if I were locked onto him, I could have done something about it. He actually didn't hit me. That's embarrassing. That's not what I wanted to do. It's okay.
I did damage, it's fine. ここで私たちがやられるわけにはいかないわ。悪あがきが過ぎるな。非力すぎる。レーダのバックアップがあるからといって Yes! 全てはイオリアの計画に即している。同類を撃つとは忍びない。やらねばならぬ使命がある。譲れないものはこちらにもある。 Fight me! 人類の支配だなんて。押されてる。セツナ君たちは戻ってこれないの。だから彼も今は戦 It brings stabity, y'all. Y'all. He brings stabity. Come on. Do it again. I was too early slow. これは何。僕はお前を許さない。僕は人間だ。 I mean, for a given value of human, I guess, Tierra. 仲間を守り、敵を倒すと。僕たちは負けない。何度戦おうとも。 If this is the mission that drops the Cerevi, this is... 未来のために。よかった。 The Cerevi is quite good. No, this is the one that drops the Arios. I don't care. I do not care about the Arios, unfortunately. 未来を作る歌。 We'll get it later. If we decide to do that kind of grind. Because that is time. Lots of time. Mostly we're going to be fairly focused on what we're doing because I have a fair idea of the path I want to take. Okay. Oh, Exia Repair 2 as well. Did I already have Arios? I already had Arios stuff, so Exia Repair 2. We're not going to be using that. Anything interesting here? Melee? No. Melee? No. Melee's okay for them. Yeah, of course. Ranged for infighter, because so many infighters have worthwhile ranged attacks that you're going to be focusing on. Absolutely. ベリーグッド。このディレクトリのトゥルーミッションの再登録完了を確認。しかしユノ姉さんさすがだね。フラグメントキーの修正や組み込み、さらにレベルアップしてる。まあプログラミングは本職だからね。でも天田少尉さんとアイナさんの件は感心できないかな。それを言われちゃうとごめんなさい。史実を成立させることに成功はしたけど、異なるシミュレーション結果は管理システムから警告が来るよ。来た？幸いにもまだだよ。結果誤差は許容範囲だったんじゃないかな。自動修復モードで対処が始まってるし。誤差だったという情報がさくらに伝えられていないのは気になるけど、頼りがないのは元気な証拠って言葉もあるし、私は私の仕事をするだけだよ。今回はこっちからガベージスペースにハッキングをかけて次のディレクトリに進むよ。そんなことできるのか、さくら。日野姉さんのプログラムを改造したツールだけどね。ではインストールセットアップ。パスコード入力しろ。パスコード。ガベージスペースを切り裂いて開け。ハロー。この基地の全データをガベージスペースに転送開始。ちょっと私のプログラム使ってるなら私に入力させなさいって。転送完了。転送完了。ガベージスペース侵入成功。さすが先輩。あとはここから次のディレクトリに。ほう、時が来たら招待するつもりだったが、まさかそちらから仕掛けてくるとはな。おっちゃー、もう見つかった？本来はもう少しこの階層で遊んでいてもらう予定だったのだ。こちらもまだ準備が整っていないのだよ。準備っていうのは何の準備よ。私たちのブレイク修正と関係はあるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。私もセキュリティレベルが高いデータの閲覧許可はまだ降りてないよ。二人とも権限がないと言ってる。ならそれを与えるのは誰？さて、
急なゲストとはいえもてなしの心を忘れるわけにはいかない。ジェントルマン気取りね。本当に紳士なら黙って通してほしいものだけど。通すべきか判断する必要があるのでね。ドレスコードとでも思ってくれたまえ。小隊長くん、出てくるのは君だろう。準備をしたまえ。じゃあ見せつけてやろうか、小隊長さん。ええ、私たちのとっておきのドレス、モビルスーツをね。Alrighty. I'm just gonna double check my equipment options. I don't think there's anything worth mentioning here. Mostly I want to just boost my ranged stat. Yeah, it's actually fairly okay. Alright, more boss. So something to note, when they say, I just went right past it. When they say recommended mobile suit level, they do mean that. There is a hidden value that scales based on what your level is in relation to the mission. It stops scaling after a certain point in either direction, I believe. Certainly it stops scaling, like if I'm level 50 and I'm playing on like a level 10 mission. I'm going to be stomping stuff, but that's mostly just due to my stats. If you're below the mission level, though, you take more damage. The enemies seem to take less, or at least... Actually, the damage numbers remain pretty much the same, but, like, their health seems to go down slower. Definitely you take more damage. So, you don't want to do... it's not what I wanted to do. Like, I only care about ranged damage. Well, he has really dubious taste in glasses, so that's gonna hurt him in the end. So I only care about ranged, so I'd be like, and I don't care about boost, so I'd just be like HP in the other, but that unfortunately leaves me at level 6, and I do not want that, because the game will punish you accordingly. So you actually want to level everything up. So really, to be, quote, optimal, unquote, you want to level everything up more or less evenly to keep getting as many levels as you can, which I don't especially like. And this is not how things worked in previous Art Dink titles. So I'm a little miffed. With the possible exception of Macross 30, which kind of does its own thing. So now we're fighting Plug-in P. Plug-in P is moderately annoying, because it's big, and shoots big gun. I'm just gonna keep shooting at it. Okay. I flubbed the cancel, so I got slapped. That missile's just gonna keep coming for me, so I am going to... Oh wow. You'll notice how utterly effective my allies are. They're obviously the most effective thing in the universe. You can see them being super effective, doing lots of damage to this thing. That is sarcasm. Why do I keep flubbing the cancels? Oh, he's shooting two of them at me now. This one is mostly just going to be me running away from things. I'm going to guard that. Multi-missiles are tricky to dodge. Sick! Alright. I am going to hit him with the business. I'm gonna get hit. How did I get one perfect guard but none of the rest? I didn't let go of the button.
keep doing this because I'll keep getting combo hits and it'll cut my super gauge recharge time down by a lot. And then I ran out of ammo. Wait. Ah, I thought I was far enough away. There we go. That was okay. So notice the change in the color of his irises. That's important. It's one of those. He's either possessed or breaking free of his programming constraints or getting brainwashed or whatever. So yeah, here in Gridman World, this iteration is not an especially difficult fight. There is a later iteration that is somewhat more troublesome. Which is Bomber? I think Bomber is the size of explosion radius up, which isn't especially helpful. Sure thing, dude. Whatever you say, champ. Alright, so I have maxed out their friendship gauge. Maxing out friendship gauge, I honestly don't know what it does. I think it provides a stat boost in addition to what they get from levels. They also get unique lines when you get certain combo levels, which is pretty cool. 私が閲覧できるデータベースにはやっぱり載ってないんだよね。モビルアーマーのデータをテストした。何のためにというのは見えないけど、そこよりも気になることを言ってなかった？未来を見据えろでしょ。何を指しているのかしら。ユヌ姉さんにとっての未来、一年戦争の後の話という意味かな。その割にはブレイク現象に私の時代、宇宙世紀のモビルスーツが絡みすぎてるのが気になるのよ。ランバラル隊と戦ったソドンの町近郊から始まって、アフターコロニー時代のサンクキングダム、ニューポートシティにはザクやグフが大量に現れて、コズミックイラ時代の地球連合のアラスカ本部にはアプサラス3や EG8 がいて、そしてラサでの戦いに繋がっていったのよね。でもブレイク現象が特定の、しかも外部から来た人間に対応してるなんてあるかな。それを確かめるためにもやっぱり次のディレクトリに行くしかないわね。イエスさん。じゃあハロ先輩、インストールしよっか。もうインストールきつい。ハロー、そのうち壊れる言うの。Alright, so we've beaten Directory 2. Let's get cracking on Directory 3, see how far we can get before I have to run. This is just before the game takes a turn for the harsh and incredibly difficult. There's going to be a lot I'm going to have to go over when that time comes, but we're going to deal with it now. We're going to deal with what we have in front of us first, rather. あのモビルアーマーに追跡とかされてないでしょうね。それは確認済みだから大丈夫。本当に何もないよ、このディレクトリ。ブレイクミッションすらないんだから。どういうこと？ハロー、ミッションの検索をしてないの？ハロー、サボってない。ブレイクミッション存在しない。通常検索だと引っかからないのかな。これならどう？何の警報よこれ。何をしたのさくら。 They do sound alike. I wouldn't be totally surprised if it were. They sound a lot alike. アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。不安定なブレイク現象を通常検索対象から外してたんだけど、それを入れたらこれってわけ。まさか
イリオンステーブルのメインプログラムにも干渉があるなんて。 So if you want to fix breaks in canon in the G universe, in the world of G universe, you need to learn good Google foo. Learn how to use your search engines. Learn how to phrase, you know, Boolean phrasing. さくら、対処方法は？もう自動 Boolean 修復 logic. モードに There 入 we ってる go. し、 Words ハル are くん hard から right シス now. テムも切り離したから大丈夫。復旧まで少し時間がかかりそうだけど、何が起きたか見当はついてるし。 When in doubt, I'm gonna go with the joke question. 小隊長見捨てるな小隊長だぞ。ともかく状況を整理したいんだけど、ここは復旧中で使えないから場所を変えよう。私が取り出せたデータについて説明するから。廊下真っ赤廊下真っ赤。イリオンステーブル全体がこんな状態なのね。ちょっとさくら、一体何を読み込んだの？当然ブレイク現象が発生している歴史だよ。ただ修正方法が確定しているミッションを選んで検索してたんだよね。じゃあ修正できないミッションしかないってこと？正確には修正を確定させるデータがこのディレクトリ内に存在しないミッションってことかな。足りない。ここにはデータ足りない。そうか。今まではパズルからこぼれたピースが余ったことも足りなかったこともない。だからこそ歴史の修正が確定する。じゃあ今回引っかかったミッションって？そんなわけでここに取り出せたデータが一つ。ポストディザスターの歴史で起こったある戦争、薬剤戦について。分かったわ、聞かせて。戦争とその後につながるミッションについて。薬剤戦については分かったけど、 No, there's, as far as I can see, there's no option to do that right then and there. I pressed OK and it's just like continue. I'm like, okay. So we'll go to that after we finish this plot interlude. もうバッチリ大勝利。それから数年後、大仕事をやり遂げた鉄火団はアーブラウの後ろ盾を得て急成長。 Oh, this is where they show off the Hashmal, but we don't actually have to fight it. The Hashmal fight is... now that I've played it a lot, it's not so bad, but man, you are not ready for that the first time you fight it. You think you are, but you're really not. 団員が幸せに暮らせるようにまた火星から出直すことになるんだけど、 This being the Hashmal, which is a later explaining it. まさかモビルアーマーが？だって300年以上前のものなんでしょ？ガンダムフレームだって同年代のものだからね。それが300年後も動いているということは、モビルアーマーも当然稼働する。人を殺すために人によって作られたおぞましい兵器。くそ、なんなんだよありゃ。それを何としても止めるのが今回のミッション。場所は火星独立自治区クリセ近郊。今回も鉄火団として参加することになるよ。団員のみんなとギャラルホルンの手も借りてモビルアーマーを破壊する。小隊長、いきなり総力戦よ。サポートはきっちりやるから。ただこのブレイクミッション、何が起こるかわからないよ。準備はきちんとね、小隊長さん。 Okay, now we can uncap things. This is important. This is how we get our levels to be higher than the initial base. Yeah, I'm pretty sure I want to uncap. We're not going to be using the regular gym much, but super duper duper late game, there is a gym variant we're going to be using, which is filthy. It is gorgeous. It is extremely powerful. It's quite strong for what it is. Okay, yes, the break mission. So, real quick, I'm going to do an uncap here.
So I can now boost my stats. I have no money. I'm gonna barely be able... Yeah, so you go from... You go from your cash investment requirement being like 20,000 and change to being 200,000 and change. The next one to get to cap 2 is like a million. It's very expensive. And then like for cap 3 is like 10 million and change. It's... Fortunately, there will be ways of grinding cash late game that will render it kind of moot. Like you'll be able to get, using things like the F91 and a few other nifty strategies, we'll be able to get like hundreds of thousands to millions every time we run a mission. At least on the high level stuff, but that's basically post game. Alright, so what I'm gonna do... Any of these? No, okay. So we're level 17. I'm gonna be focusing mostly on ranged, but even if I reduce all of these stats to nil, I cannot fully upgrade my ranged stat. And I'll only be level 4, which would be bad. Okay. Oh, right. Another perk of uncapping is you now have an additional equipment slot. So you can boost your stats more, which is, how you say, very good. So we're going to go with ranged again, so we can boost our ranged stat a bit more. That gets us to what? 447, which isn't great, but it'll suffice. So the main reason we're using Command Gundam is we can get very high combo very quickly, so we can use SPA attacks a lot. It's also fairly strong and relatively durable. It's actually got quite competitive stats. It is a pre-order, I think, thing, or deluxe edition thing. You can earn it later without using DLC. Oh, right, I have lore to do. Not tips. Not tips. Cutscenes. Briefing scenes. 3 extra. Is this some sort of festival or something? 火星へ良いとこ一度はおいでとはならない。結構やばい話なんだよ。あくまでも戦争、それも自立型無人兵器であるモビルアーマーの暴走から始まった戦争だったよね。ポストディザスター、災害の後なんて言葉が元号になるんだから相当な規模だったんじゃない？ユノ姉さん大正解。全文明の異物であり人類の敵。それがこの歴史のモビルアーマー。ガンダムことガンダムフレームはモビルアーマーと戦うため作られたモビルスーツなんだよね。なんか順番があべこべに感じるけど、戦争が起きた原因は誰と誰が戦ったの？言ったでしょ、人類の敵だって。モビルアーマー対全人類だよ。人間対自立型兵器の戦争？300年前の文明は非常に豊かで、技術レベルはちょっと他の歴史では想像できないほどに進んでたのね。その時代においては機械の自動化こそが豊かさの象徴の一つだったわけ。もともとは人類の生活向上が目的だったんだけど、次第にあることにも効率を求めるようになったのね。まさか自立型の兵器を使って戦争まで自動化しようとした？お察しの通り、より効率的に確実に敵を見つけて倒す。それぞれの国でそれが突き詰められた。そして暴走したモビルアーマーに人間では勝てなくなった。だから機動兵器モビルスーツを作ったのね。それが厄災戦。300年以上前人類が引き起こした悲劇。悪夢ね。自
自立型 AI プログラマーの夢ではあるけど、それゆえにより気分が悪くなる話。どんな悪夢だってこんな感じでいつかは終わりよ。ゆな姉さん。リリオンステーブルメインシステム復旧完了。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。パイセンナイスタイミング。じゃあブリッジに戻ろう。自立型 AI と人間の戦い。さくらやハロも自立型の AI か。 The idea of humanity, of a series being oh, never mind. ではハロくん、自動修復モードで修正されたデータを転送す Wait る a よ。 minute. パスコードパスコード、このハロに叩きつけてやれ。星屑のように。ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。いつでも出撃できるぞ小隊長。毎回このやりとりって必要？ゆな姉さんにもいつか分かる時が来るよ。この重要さがね。The idea of having a series set in a post AI apocalypse is very cool. Unfortunately, Iron-Blooded Orphans does not live up to that all that effectively. For instance, I don't recall there ever being a reason given for why the AI went rogue, other than because they do. Oh right, I need to change my partners out. Did I already? I did not. Okay. Another cute feature is that as you level up your partners, other partners will level up as well. So you do not have to worry about them so much, which is good. We'll go with these two. I'm just getting them out of the way. They're not all that effective. This guy's gonna grab enemies out of every combo I try to do, so I just have to live with it. These guys do have some unique dialogue, though, which is cute. I want to be up high. I don't know that there's anything I need to grab up there, though, so I'm not going to worry about it. These things have a leaping grab attack that you do not want to get hit by because you'll just be stuck in place for about a day. It doesn't hurt over much, but it's really, really, really aggravating.
So I'm going to be endeavoring to avoid that. Alright, I have my super filled, but I don't want to use it just yet. Because... 強制ブレイクインでもこのデータ形式は初めて見るモビルスーツどこのファイルネームは NISTER-915114 I hit many of them. So as long as you hit an enemy with a super, you will get the bonus red capital drops, which is good. We want that. That's money. That's why getting the Alex is going to be relevant. Wait a minute, why can't I join them? Don't worry, it's just an easy boss fight. We do not have to fight Hashmal. We just fight this guy for the nth time. Naruhodo. Yeah. Whoa! Nice try, friend! Ah. Sometimes you can get a perfect counter if you release the guard button early enough. I got guard broken. I'm gonna just have them bully him. Oh my gosh, my cancels aren't coming out. That's really aggravating. I want to run. Neat. It's okay, I'll have a super for him in just a sec. Oh, he just... that was terrible timing. I wasn't able to get a break on him. I was hoping I would. I couldn't get a counter because my timing sucks. Need to get a heal in. There we go. Ah, I messed it up. You can, I didn't have any boost. That's fine. Getting those counters clean. That's how you're meant to do that. It's because I have quick guard. Quick guard makes it easier to get counters on. Okay, that went really rough at first and then it got better. Yeah, one of the things I like about Command Gundam is like every single attack that he has is multi-hit. Like he's got this, it shoots 8 projectiles. He's got this, it shoots like 6 to 8 projectiles. He's got this, which shoots 4. So it's really easy to get very high combo very quickly. Getting 50 combo is nothing. It's very easy to do. So long as something is sitting still and taking it. Gym Sniper 2, we don't care about that. Anything interesting? No. Actually, we can sell parts. I'll do that in a minute. オーバーフローシステムオーバーフローシステムから過剰な負荷を検出そうそれ無理なシステム介入によって歴史のデータが破損したみたいあの量産型ダトレイヤーの容量を確保するために余剰データとして他のミッションに振り分けられたっていうのが正解だね最初ブレイク現象を検索した時大規模なシステムダウンが発生したのは
なデータにアクセスしたからか。振り分けられたデータだけど、具体的にはミッションに存在しなかった団長さん、三日月くん、秋広くん、そしてギャラルホルンの面々だけど、どのデータに入り込んだのかわからないんだよ。データが消失した可能性は？それはないと思う。歴史の保管こそが最優先の G ユニバースからデータが消失するなんてことが起きたら、システムそのものが破壊されかねないからね。そんなデータを読み込んだら、イディオンステーブでも赤くなるだけじゃ済まないよ。どこに入り込んだのかわからない散逸したデータ、何か手がかりでもあれば。手がかりあるぞ。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。あ、このデータは。ちょっとブリーフィングルームへ行こう。少し前の話をぶり返さなくちゃ。今回発生したブレイクミッションは2つ。異常なデータではなく通常のミッションだよ。両方とも一年戦争末期の歴史だけど。また私たちがいた歴史？戦争の末期って一つ前のディレクトリのラサもそうだったじゃない。それよりもさらに後の歴史なんだよ。両ミッションともに宇宙世紀0079の末、クリスマスの時期だね。というわけで今回選べるブレイクミッションは一年戦争の末期から Getting a phone 2つ。 call. I'll be right back. 12月19日のサイド6、中立コロニーのリボーか。クリスマスイブの宇宙要塞ソロモン攻略戦か。小隊長選べ。小隊長選べ。ようやく動き出したか。間に合うといいのだが、仕方がないとはいえ、これ以上ブレイク修正が進めばもう奴を止めることはできなくなる。だが俺にできることはこれくらいか。君にならできるはずだ。このセキュリティホールを突くことが。レディー、ユノ。Sorry about that. Alrighty, so what we're going to do real quick is we are going to sell some parts that have no real benefit to us. I'll keep that. We do want to drop capital part. Ah, it's not relevant for this though. Man, that's a lot of melee parts that boost ranged attack. That would be good if it were on anything
but what it is. It's not very good. Okay, that's fine for now. That'll get us some money. It's not a lot. I don't know what your total capacity is for those. How many you can hold. I'm just gonna bump some points into misstats. That'll be fine for now. Alright, let's go to the library, watch this extra lore.天田少尉とアイナさんを助けてアプサラス3と戦ったのが確か12月の頭。また1ヶ月近く後の未来か。その前のオデッサ作戦、現実世界で犬姉さんたちが戦っていたのが11月の頭でしょ。少しずつ未来へタイムスリップしてるってことにならない？未来を見据えろってハーメスが言ってたことってそのまんまの意味なの？This all feels really contrived to me. 私たちがここにいることで宇宙世紀0079の歴史が偏って発生している。その可能性も考えられなくはないけど、何にせよ私たちに選択肢はあんまりないかな。原先輩、スキャンの結果はどう？ミッションに鉄火団のデータ痕跡あり、痕跡あり。私たちの歴史にいなくなった鉄火団のみんなが来てるの？さくら、状況説明お願い。ラジャーだよ、ゆな姉さん。どちらも79年のクリスマスの話だけど、作戦開始が早かったサイド6のミッションから12月9日、地球連邦軍の北極基地がジオン公国軍から奇襲を受けるんだよ。部隊は特殊任務班サイクロプス隊。オデッサ作戦からちょうど1ヶ月後、アプサラスと戦ったのが12月の頭だったから。ってあれ、サイド6の話なのよね。まあまあ、順を追って。北極基地では新型のガンダムが開発されてたんだよ。 RX78 の系譜がね。戦争も終盤に来て、また最初のガンダムに関わる機体が。連邦ジオン、ガンダム重要、ガンダム重要。そういうことだね。でも北極基地の奇襲作戦は寸出のところで失敗。新型ガンダムはシャトルで宇宙へ逃がされたと。それでサイド6に運び込まれたというわけね。でもここって開戦早々に中立を宣言した中立だったはずだけど。 They sure did. 極めてイエスだよ、犬姉さん。だけど実際には連邦の実験場があったりしたんだよ。その一つが中立コロニーリボー。はあ、大人って汚いわ。中立コロニーならジオンの追撃はないなんてのは甘いわよね。For what it's worth, Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket is still, to this day, quite possibly the greatest Gundam property ever animated. It is extremely good. I highly recommend you watch it. そりゃ大人は汚いからね。リボーコロニー内に運び込まれた連邦の新型ガンダム。そのダッシュもしくは破壊のため、再びジオンの特殊任務班サイクロプス隊が送り込まれるわけ。作戦名はルビコン作戦。中立コロニー内で戦闘行動してまでガンダムを破壊する。まさにサイを投げる気なのね。くそ、中立コロニーだって聞いてたのに、なんでジムがいるんだ。そんな後戻りの許されない12月19日の作戦から新型ガンダムとコロニーを守る。それがこのミッションだね。今回のミッションはクリスマスなのよね。
1週間近く防衛し続けることになるの？2回に分かれるというか、まあそれはミッション中に説明しようかな。ブレイク現象で人間関係がどうなってるか分からないしね。人間関係？ではもう一つのブレイクミッションについて。12月24日クリスマスイブ、地球連邦軍のチェンバロ作戦への参加。ジオンのルビコンに連邦のチェンバロ、年の瀬に両軍の作戦が行われるのね。場所はジオンの重要拠点の一つ、宇宙要塞ソロモン。ジオン軍宇宙攻撃軍司令ロズルザビ中将が司令官を務めるジオン本国サイド3の要衝だよ。連邦軍がそこまで攻め込んでるってことは、戦争の情勢は？オデッサ作戦の後、南米本部ジャブロを守りきった連邦軍が本格的な攻勢に出たってことだね。ジムも量産が始まってて、物量で押せるようになったのが大きいかな。なるほどね。そのジムに私たちギャザーロード隊のデータが生かされてるといいんだけど。そこはノーコメントとさせてもらうよ、ユナ姉さん。宇宙世紀の先を体験しているとはいえ、自分自身の未来を知るのは良くないかな。珍しく正論ね。あと連邦のエースアムロレイ総長さんなんだけど、これまでの活躍によってジャブローで少尉に昇格。民間人でこれは異例のことなんだよね。ここから彼の力が開花していくの。ガンダムの歴史に大きな影響を及ぼすね。力？もっともっと強くなるってこと？アムロ強い、アムロかっこいい。このままいくとそれを目の当たりにすることもあるかもしれないけど、まずはソロモン攻略戦に集中しないとね。ブレイクミッションの状況は中盤戦。連邦軍の対要塞兵器でソロモンの側面が焼かれたあたりかな。宇宙で焼くってまさかソーラシステム？確かミラーによって太陽光を収束する兵器、そんなものまで投入したの？イエス。その攻撃を糸口にアムロ少尉さんも含めた連邦軍のモビルスーツ部隊がソロモンの内部になだれ込む。その時に私たちも一緒になってってことね。まずはガンダムと合流することになるね。ソロモンで建造中のモビルアーマーとの戦いもあるかも。ジオンのモビルアーマー？そうか、向こうの重要拠点だものね。モビルアーマー。 We get to actually fight the Big Zam, which is probably the first mobile armor boss where it's like, oh geez, okay. The game could be challenging if it wanted to. This gets emphasized later. ブレイクミッション登録完了。ブレイクミッション登録完了。 Alright. So doing those briefing scenes means I'm gonna be getting like half the progress done that I otherwise would be, but it's fine. Oh, right! So there's something I want to do before the end of this, even if it's only briefly. Give me a sec, because it's going to take me a moment. Where are you? Here you are. Oh, wrong folder. Oh, where did I put it? Oh, I put it in the smart place. Very good. That's what I like to see. That's what I like to see. So, bear with me. Oh, it's not doing that. Let's try that on the other screen. There we go. This may not react kindly. Alright, I don't know if that's visible. It's not, I don't think.
This will be though. Set max. Oh no. That's not the line. Give me a sec. Google Unreal Engine for commands. Nope, that's Unreal Engine 5. There we go. FPS. Alrighty. So what I want to do. This is going to be a little jank, so bear with me while I find the right one. Here we go. I'm pretty sure it's the T Max FPS. T Max FPS. And we want that to be, call that 120. Or 119, because it'll often go over that. Okay, and FOV. Actually, I'll wait on the FOV command for now. Okay. We'll go with Say It Ain't So, Bernie, first. So, what we should be doing here is we've allowed our frame rate to go higher than 60. You guys won't see it, I will. ひどい街がポストディザスター時代のデータがこんなにくそこんなことに Bernie having to fight, like, friggin' murderous automatons. Automata? Whatever. ついてこいルビー Bernie's got this. Bernie's a bro. NS06Z 通称ザク2回総合整備計画で作られたザクの最終 Oh, that's 型 hitting. だねバーナード・ワイソンだここは中立コロニーでしょこんなに荒らされてブルーマには関係ないからねクリスマスの日にそんなプレゼントだルビコン作戦は12月19日でしょこのミッションはその後の話なんだよ今はコロニーさすがに連邦軍も迎撃に出てるわね新型ガンダムを受け取りに来たスカーレット隊だね強そうじゃない小隊長ワイズマン5長負けずに頑張って初戦でいきなり戦場の目図なんてまっぴらごめんだからな I knew there was one around. I was right on top of it. There's another one over here. Oh, right. I am going to do the FOV swap real quick. Watch and be amazed. No, that's not the FOV one I am looking for. What's that called? Ah, here it is. FOV. We are looking for... Is that it? Where are you? Not anti-aliasing, not FXAA. Sugar. I did this earlier, and now I don't remember how. Let's try... I want to say it's... I can... Isn't it set FOV? Let's try setting it to 90. Yeah, there we go.
I know my Unreal commands. I have a big brain. So this is the game at 90 FOV, as opposed to its default, which is probably like 60 or something. Absolutely picayune. You can see things now. You probably can't tell, but the game is also flowing much, much more smoothly because I unlocked the frame rate. It's not going to change for you because I think I have it limited to only do like 30 frames per second for YouTube and Twitch because it is less resource intensive. I've got a computer that can probably handle it. But my network, as good as my network is, would have problems. Also, I don't think Twitch will let me do it anyway, because I'm not a... what's the term? One of their fancy higher level streamer people. So I have strict limitations on what I can do. Oh, wow. Targeted when I wasn't expecting the target. Oh no! They telegraph the hell out of that move. It's just... I get caught by it all the time because I'm a goon. Forget who the boss is of this one. I don't think it's just these mooks. There's some actual mobile suit boss. I don't think it's the campfire either. Campfire, no, that's oh my gosh, just go up the... Thank you. Alright, here we go. Oh, it's that gray sign. Okay. This one's kind of annoying. Because it follows mobile armor rules, which means you can't really stagger it, and getting counters is kind of tricky. It actually has a counter attack of its own, which is infuriating to deal with if you're an infighter, or otherwise going for melee attacks. Orange box over here. There is none. So let's go bully this dude. Come at me, bro! So just chaining your sub-weapons until you're out of ammo will get you like a 36 hit combo, so getting like a 50 or higher is even easier. I'm just gonna... Oh, frick. There we go. He staggered me with machine guns. I did not expect this. So the mobile armor bosses actually have very detailed movesets. You cannot play as them, not ordinarily. However, somebody's been putting together a mod that permits this. A lot of the mobile armors have like 50 different attacks that they can, 30 different attacks that they can use, based on what phase of the fight you're in. There's like 10 per. For my bit, I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have like 10 if you include my super attack. Oh, 11 for the big sweep. So they've got that. They've got like that number for as many phases as they have. They've got like most of them have around 3 phases. Some have, and like the middle phase is usually kind of a gray area.
So hopefully I don't get dinged for, quote, cheating, unquote. What I could also do is probably play it in slow-mo, because Unreal Unlocker lets you do that. Oh nice, we got the Regan Lay's Julia, which is an infighter. The one time I played it, it was fun enough to play, but I was playing against stuff that was much stronger than me and I got bullied. Julieta, I think is her name. That's the wrong menu. Oh, that's it, really? Wow. Weak. Why does leveling that up once not count? I don't know. Alright. So we don't really care about that one. We're now going to... Oh, this one is where they start getting tricky for missions. I think. Does this one let me get access to Providence parts? So I do want to farm this. The Providence is pretty good. If nothing else, I want it as an AI partner because it's fairly handy to have around. Alright, my time is now limited. I have to get as much of this done as quickly as I can. Oh, maybe this isn't it. It's another one on Solomon, I think. Or Abu-Aku. It might be Abu-Aku. ガンダム違いだけど味方だよミノ姉さん少尉同行お願いします俺とセッションがしたいってかいいぜついてきなイオフレミングだブレイク現象ブルーマなんだよこの作戦は全然話が違うじゃねえか戦どころか世界が間違ってるというか歪んでるっていうか世界の歪みくだらんな目の前の敵を叩くそれだけで十分だろユノの姉さんここはどこなんだ鉄火団のみんなまさかブルーマと一緒に団長のモビルワーカーがはぐれちまってオルガ団長応答願いますこちらユノアスタルトです俺だユノみんな無事か戦線が乗り切っちゃったくそまた黒いおまけ野郎か団長は大丈夫私たち Oh, thanks, dude. 死ぬんじゃねえぞお前らここは俺たちの死に場所じゃねえ団長わかりましたただの底力を見せてやるぜ盛り上がってきたじゃないか一言で士気が向上さすが団長ね How do I open あの you? 野郎美味しいとこだけ持って行きやがってじゃあ私たちはプルーマを片付けていこう急いで小隊長落ち着けよ焦ってもいい音は I might also be thinking of another mission. Usually if you can see the room on the map with the doors, you can open it, but I don't remember how that one opens. I may be thinking of a later iteration of the mission. This one you can definitely open. No wonder it felt so depressing. Pump up the jams! See, Jukebox, this is made for you. It's too bad you and E.O. Fleming would not get along, because E.O. Fleming is a relentless psychopath. Well, sociopath anyway. He is not a very nice person. But he likes his music. Rather a lot. Ah, here's the orange one. It's through here. Did I not open it? Thank you. Those are giving me uncapped materials. Yeah, just wait till you hear his music, though. I like it because I was raised on a diet of
avant-garde jazz, but Sun Ra. Big fan of Sun Ra. そこかわせるかそこ Oh, there's one up there. I didn't want to do that. It's okay. It was not a waste. モビルアーマーのサウユニットいつまで出るランパターンなんだ Getting caught out like that, on the other hand. それくらいはやってもらわないとな There we go. これも好きかも。いいリズムだ水を差してすまねえが悪い情報がギャラルホルンのモビルスーツを見たアリアンロッドの連中だと思うが近くに立てこもってる Well, smooth. 非外縁機動統合 Free jazz. ことは There we go. 敵か味方かはっきりしやがれ小隊長、核兵器のスイッチを押して直接確かめましょう。 Pretty sure the one down below did not open up. But hop down to double check if it'll let me. Is it really not going to? I'm gonna start going down here and see if it opens. No, it's not open. Hey Reloy, how are things shaking? Over there in Twitchville. よく様のところへは行かせるぞ会場のテンションも上がってきたようだなってことは、この先にいるのは I am indeed. デーモンクジャン家の若当主様だ。 This is my separate save file that I made just for the stream. I'm much further on my actual one proper. Yes to both. Done. Yes to both. Sax guy and trumpet guy. Alright, this is not the mission I thought it was, so I can keep going forward. Isn't this the one where I fight Eok? Or is it Gato? No, it's Eok. Eok is a dink. He gets everything he deserves. Oh, nice. I am not yet at the full armor unicorn. I'm not at super late game. I'm only on like chapter 6, 7. I'm not as far as you. There we go. This guy is not hard. 3. Ah, that's okay. Oh, I forgot the second wave. Most of the mobile suit bosses are actually really tame. Oh, I'm gonna die because I can't regenerate fast enough. This is not ideal. I'm gonna just use one of these so I can bang this guy out. I don't care. I'm not gonna sit around and get revived. The AI will take its sweet time. Or die in the process. Again. Oh, wow. Okay. I tried to flash guard, but it backfired. There we go. This is embarrassing. I'm not this bad. I have performance anxiety. Why did neither of those work? Watch, it'll be loop. Yeah, of course. He always targets the one that's gonna try and revive you. It's uncanny. Ah, hell with this. I'm done getting mortified.
Come on. ちっちゃダメだって。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇士 I did not see him there. 向こうさんも随分と乗ってるじゃねえかおい。そろそろフィナーレだ。最後まで手を抜くんじゃねえぞ。今ギャラルホルンとことを構えるのはまずい。 He did. I am not normally this bad. I'm also accustomed to playing as the F91, so going back to the Command Gundam is kind of tricky for me. Because the F91 is a combination of very strong, fairly strong, and also extremely good for farming. Because of the way its super attack works. It doesn't combo like this one, which is unfortunate. That's something I had to get used to. Because with the Command Gundam, say what you will, just because of the way its kit is set up, you could get super attacks very quickly, because you just get super high combo all the time without even trying. It's kind of why I wish the heavy arms was in the game, because they would just machine gun and missile everything to death. It'd be like this, times 2. Alright, we got Piercer. That'll be relevant later. It is not yet relevant. I don't actually need Piercer for this particular unit, because I've got mostly physical munitions. I might do that again to get the last component from him. How much time do I have left? I've got 15 minutes, okay. Not the right button. I don't need to worry about it. I'm not going to worry about him. I am going to worry about this. If I've got to grind anything, it'll be this mission. Because getting the Alex is my next stopgap until the F91. At least for grinding purposes. So I'll be able to finally explain how that all works. Unfortunately, I'm gonna get it right before I have to fight the Big Zan, and that is less than ideal. Oh, and we get more lore.
一直線に目指してるはずだよ。そこだ。そこだ。邪魔をするな。完全な時に。Another one over here somewhere. Where is it? I don't need it, but it would help. Ah, here we go. モビルスーツ高速移動中。住宅街へ向かっています。滅びゆく者のために。さてと、さっさと片付けて一杯やろうぜ。いた。MS18E。 We're not going to worry about the camp for just yet. 一丁散歩に出かけるとするかい。これは強襲型の機動力。ユノ姉さん、通信を傍受したよ。 G ルームの状況は銃撃戦で膠着状態です。近づけません。マッケンジー注意を呼べ。潜入工作班も動いてるのね。ライズマン部長さんも Oops. 市内にいるはず。 That's not ideal. コロニー内で戦うなんて。 Oh, well, I hit an enemy way in the background. That's cool. 注意。狙いはやっぱりアレックスなの。そこ。そこだ。まだまだ敵の増援。早くガンダムを。そこだ。そこ。おっと。こりゃちょっと飲みすぎたか。 And because we do so many hits, we just got our SPA gauge almost halfway full. Here we go, there's a few more. ちょうど Don't よい run の over 待 there. ってきたぜ。捉えた。そこ。小隊長すごい。ケンパー以外のモビルスーツを Let's see, there's another orange crate around here, 小隊長さん。 which again, I don't desperately need, but would be good to have. Alright, yeah, here we go. こんな中立コロニーにチームを仕掛けてくるなんて。ここでアレックスを失うわけにはいかないのよ。こいつでき損ないか。ニュータイプ専用ガンダム。いかつい体つきね。いやあれはね、戦いなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティーナ・マッケンジー中。こちら使わ Not れた today! これからが本当の戦いってやつだ。ケンパーのパイロット。 Oh, he did not get affected by that. That's really ミーサ unfortunate. とミハイル・カミンスキー注意。特殊任務班の大ベテランだもの。 I always get 当然だよ。 shoot by 対 that. する NT1 はガンダムとはいえ Come on. テストパイロットのマッケンジー注意さん。 No. 注意。無理はしないでください。私たちがフォローします。やらなきゃいけない。これでもまだ戦うつもり。まだまだ挽回のチャンスはある。押してる。さすがは新型ガンダム。油断しちゃダメ。相手も百戦錬磨のベテラン。何を隠してるかわからないよ。サイクロプス隊の流儀ってやつを目に焼き付けておけよ。これ以上はさせないわ。バカな。なんて威力してやる。きっとやるな。 We're good. 俺がやられただと。敵の撃破を確認。 He'll be fine. なんとか防げたみたいね。小隊長お疲れ It's 様。 not fine. It's こ very れで dead. あとはクリスマスを待つだけね。これで全てのミッションは終わりだよ。ブレイクアウトしよう。
犬姉さん Rumors of his demise で were もワイトマン5長は pretty much accurate. 戦うのがまさかマッケンジー中 I 尉 say と there's another one of those hidden in like one of these bunkers, but I guess I got it already. Yeah, it's in the hangar. I already grabbed that one. 負けるのミッション終了っと。お疲れ様。 Explosions! Let's see how many parts of the Alex we got. なんか We're almost level 15 as well, which means we can have 2 skills equipped at once, which is very useful. なかなか見どころあるじゃねえの。 That's close. Oh yeah, we got the Alex. Very nice. Very nice. Another suit, which we, I think, almost have unlocked, is the Camphor. I think we're still missing 1 BP. Yeah, we are. Is also very good at keeping its combo up. Because its default shot has, I think, 9 projectiles in it. So if you're right up in something's face, you get like 9 combo like that. And you can shoot that like, I don't know, 6 or 7 times? Let me find out. 7 times without ammo mods. They're all physical. You also have your Sturmfaust and Giant Bazooka, I think each of which shoot 2 projectiles. So it's not quite as easy to combo as the Command Gundam, or to get as high combo as the Command Gundam, but it's pretty close. And you do fairly respectable damage. The problem is the Camphor is fragile. And I will have to spend tons of resources to get it leveled up. Right now, the Alex is the next one I'm going to put points into. But honestly, by the time I have that and this capped out, I will be probably ready for Tier 2. At which point I'll have to start investing in Command Gundam all over again, without doing grinding. I might do some grinding in the background just to get cash. That will not take... that I will not do on stream. Okay, I will do that mission one more time. I wanted to do it as the Alex. Hello. We're going to be under-leveled, so this is going to be interesting. But we'll be fine. Because I want to explain how the Alex and things of its ilk behave, I'm going to go for melee. That actually wouldn't be bad. Having more shots from my beam rifle would not hurt. I'll do that then. So the reason that the Alex and later the F91 are relevant for grinding is the way supers interact with getting cash. We're just gonna skip all the cutscenes. Oh boy, this is gonna take a while. あのブレイクミッションから6日ほど前ルビコン作戦が今まさに行われてる。じゃあ今日サイクロプス隊は一人を残して最後の戦いを迎えるはずなんだけど、おかしいよ。ルビコン作戦にこんな戦力を避けるわけない。ブレイク現象 Oh, の影 I 響は already had it killed. 間違いないね。小隊長さん、新型ガンダムを探して。 So you'll notice damage numbers that are fairly comparable, but enemies just aren't going down. So you really do want to have your level as high as you can get it.
in order to keep up, 私たちが止める相 which 手は I find fairly frustrating, but 戦士だと闘志強襲特化の支度型モビルスーツだよ。ルビコン作戦は oh, I did the wrong combo. 社会に Okay. 打ち込んだモビルスーツでの二面作戦だからね。じゃあその先にニュータイプ用ガンダムがある。そういうこと。一直線に目指してるはずだよ。 Why is it not? Alright, fine. I don't know why those aren't chaining. 敵の増援。招待長気をつけて。だからこんなに戦力があるはずないのに。 Alright. So the reason we go with Alex is because this is my super. It's not an attack. It is a mode. And every enemy that I so much as brush against while in this mode gives me boosted cash. Also, you get ridiculous stagger resistance as the Chobum armored Alex. Oh, there we go. Ah! Is that a juice? ミノ姉さん、通信を傍受したよ。 G ルームの状況は銃撃戦で膠着状態です。近づけません。マッケンジー注意を呼べ。潜入工作班も動いてるね。ワイズマン伍長さんも基地内にいるはず。反対です。コロニー内で戦うなんて。敵の手にアレックスを渡せというのか。注意。狙いはやっぱりアレックスなの。これはどうだ。かわせるか。ちょっと飲みすぎたか。 Okay, it's Zook then the other. I've been doing it backwards the entire time I've played as Alex and Hot. And that timing is very tight. 敵モビルスーツまた増援。招待長さん、なんとか踏ん張って。ちょうど酔いが回ってきたぜ。 However, まだまだ敵の増援。早くガンダムを。うろうろしてたら落としちまうぜ。 we almost have our super back, so it is all good. I'm not going to be able to take out the Kempfer while in super mode, but I will at least do some serious trading of blows. こいつでき損ないか。ニュータイプ専用ガンダム。いかつい体つきね。いや、あれはね。戦わなければもっと多くの人が死んでしまう。クリスティーナ・マッケンジー中尉。こちらスカーレット隊。援護します。ありがとう。助かったわ。 You bombed. Ah, he got it back right before. Get crumped. I ran out of boost.
That's about what I expected. Revive me, dude. Get back here. Thank you. No. Get back here. Thank you. You get healed more if they get you. All right. さっきの注意さんが乗ってるのね。小隊長、ガンダムと一緒に敵を押し返して。 Why did the bullets miss? あの重装甲、今までのガンダムにはなかったはずよね。 Wow. Okay. We'll just use our health kits. I am not gonna sit here and take it. Okay. This is why you don't go into missions on your level. Really, dude? Okay. Okay. Whatever. We'll get a second scale, it's fine. You do get the cash. Fucking stupid bullshit. Absolute nonsense. Alright, we have Quick Guard. Piercer is moderately relevant, but not on this. Combo Meister. Can make that work. Alright. Oh shit, I didn't see what time it was. Let me just go bang this out with ya boy one more once. Because I can do that in my sleep. And if you goof the timing to do a counter, you usually are in serious trouble. Like, defense is good from guarding. It helps. It does reduce the amount of damage you're taking, but not by mountains. And mobile armors, in particular, do not really care, because they're going to do like hundreds of damage in a single thwack that you didn't guard for properly. Okay, those buildings were all supposed to explode, but they didn't. He did not get lifted because I did the combo wrong. But yeah, because mobile armor boss fights are the way they are, melee suits kind of get the shaft. There is one big thing that they have going for them against mobile armors, and that's being able to get critical damage on their weak points. But managing aggro is so important in this game for those that it's rather tricky to make that work in your favor. Actually, I'm gonna ignore these side dudes. I'm just gonna go straight for the boss. Hell with this. I only need the components. Oh, he got grabbed, so I cannot continue the combo in the air.
Okay, combo didn't work. Counter, whatever. Didn't work then either. Or then. I just got shat on. There we go. Don't. Good luck reading the tell on that one between the air hop variant, because if he zips into you, you don't even know. They look identical startups. Ooh, it's a very clear tell. Yeah, but the timing is completely different. And if you get it wrong, you're taking damage. Ah, hell with it. Just slam him with this. Mobile armors are worse in that regard. Because they're huge and your camera is fighting you the entire time. Whatever, we bullied him. It's fine. Where's the other one? Is it over here? Maybe I got them both. Whatever. Alright, with that I do have to run. If anybody's interested in playing the game with me later, I should be on in a couple hours, but I got a bunch of stuff I gotta get done in the meantime. That should be the camphor dealt with. Yeah, there we go. Yeah, the camphor's pretty good. His super attack's kind of lame, but it does hit fairly hard. You use it basically to not take damage because you're invincible while this super is active. And if you time it right, you can dodge nasty attacks. It's just really tight because the cutscene interlude happens every time you do it, and it throws me off so badly. If I could turn those off, I would do it in a heartbeat, but there's no way to do it. Alright, so with that I gotta run. I do this every Monday on Mecha Mondays, where I do something giant robot related or mecha adjacent, this being SD Gundam Battle Alliance. It's pretty adjacent. It's technically mecha. We're piloting them, kind of. I do other streams throughout the week. I have a Warframe Wednesday stream where I do Warframe for a couple hours. I've been with Warframe since basically its inception. Before, like, gosh, what was it? I think it was November, December of 2012. Like, before it hit closed beta on Steam. I was in it. So I am a wellspring of knowledge when I can be arsed to remember in Warframe, so feel free to tune into that if you have any interest. But then on Fridays, I've got my Free Read Friday stream, where I do read short stories and indeed entire novels aloud. We're about 2/3 to 3/4 of the way through Under Pressure, or The Dragon in the Sea by Frank Herbert. If you want a high-intensity, very pressurized thriller under the ocean in submarines, it is well worth your time to check that out. And with that, I gotta run. Thanks for tuning in. Have a good one. Stay safe, stay sane, and be decent to each other. Bye!